ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SnowManタペストリーファーストドームツアー 2023I Do Me バージョン、こちらの歌声分析をですね、再投稿します。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ、2ヶ月ぐらい前にですね、こちらのつるさんのラポネボーカルルームの方で SnowMan のタペストリーライブバージョンの歌声分析動画を公開しました。その際ですね、僕のリサーチ不足が原因なのですが、メンバーのですね、岩本さんの名前を言い間違えた状態で動画を公開してしまいました。その際ですね、多くのご指摘を受けまして、その動画の方は現在非公開になっているんですけど、非公開にしないでほしいという声もいただきました。その説はありがとうございます。そしてご迷惑をおかけした皆さん、申し訳ございませんでした。以上のことからですね、その時に公開した動画を再編集しまして、もう一度動画公開しようと思いました。で、今回ですね、再編集するにあたり、以前の動画では難しい音楽用語だったり、歌の専門用語を使って、そのまま音声だけで説明するっていう動画の内容だったんですけれども、それだと分かりにくいなということで、難しいであろう用語を使った箇所にはですね、テロップで説明を入れました。なので、以前公開した動画よりも歌について分かりやすい内容になっているかと思います。そして名前を言い間違えてしまった部分はですね、間違えた箇所はカットし、テロップを入れて説明する内容に変更しました。SnowManの歌声についてですね、僕なりに心を込めて、そしてスノタンの皆様にですね、歌についての専門家から見た彼らの魅力、細かい部分まで伝わるようにですね、説明しておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらなというふうに思います。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、SnowManタペストリーファーストドームツアー 2023I Do Me バージョン歌声分析 GO!あ、この曲知ってます。この曲ね、めちゃくちゃ聞いたことありました。僕一時期いろんなところで流れてましたよね。めちゃくちゃいい曲。それで僕ね、誰の曲かわからなかったので、メロディーは知っていたんですけど、探す手段がなくてですね、ずっとモヤモヤしたままだったんですけど、やっと知ることができました。SnowManの曲だったんですね。うわ、嬉しい、これは。そして出だしは目黒さんなんですね。すごく美しい声でね、それプラス声がね、とても太くて男らしくてかっこいい声ですよね。この声はですね、肺の中の空間をうまく響かせた声です。これ胸腔共鳴って言います。で、歌ではメインで響かせるポイントっていうのが3種類ありまして、今言った胸腔共鳴、胸の響きですね。それプラス口の中の口腔共鳴、そして鼻の中の鼻腔共鳴。この3つをどういった割合で響かせるかによって声質のおおよそが決まってきます。で、目黒さんの歌声はですね、今胸腔共鳴の響きがメインになった歌声です。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。あ、いいね。裏声も綺麗だしね。で、裏声めちゃくちゃ綺麗だったじゃないですか。ここで先ほど言った3つの響くポイントじゃない頭部共鳴っていう頭の響きをですね、裏声で使ってます。頭部共鳴を使うとめちゃくちゃ高い声が出たり、声がすごく綺麗な雰囲気が出たりするんですけど、裏声めちゃくちゃ綺麗でしたよね。この部分はですね、さっき言った頭部共鳴という頭を響かせる声の出し方をしています。次いきますよ。かっけえ。さすが。かっこいいね。さすがメインボーカルの渡辺さんですよね。
で、渡辺さんもですね、声めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、ここでね、ピンときた方いると思うんですけど、そうです。渡辺さんもですね、胸の響き、胸腔共鳴をメインで使っています。で、かっこいい声質にプラスして色気がめちゃくちゃ出てますよね。ここでですね、鼻の響き、今度は鼻腔共鳴っていうんですけど、こちらをですね、プラスしています。鼻っていうのは声質だったり、高い声を出す時のアプローチ、こういった役割があるんですけど、鼻の響きをですね、うまく歌声に混ぜて色気を表現しています。もう一回聞いてみましょう。いやー、いいね。いやー、かっこいいわ。いやー、かっこいいわ。このかっこよさはですね、声質以外にも秘密がありまして、言葉のですね、子音の発音、この辺ですね。目立つ子音だと、作業とか他行とかこの辺かな。そういった子音をですね、めちゃくちゃ強く発音しています。この発音の仕方がですね、歌のかっこよさにつながってるんですよね。次いきますよ。わー、綺麗。動きが、わー、いいね。わー、すごい人。あー、いい。わ、かっこいいね。一回止めます。めちゃくちゃかっこいいです。もうなんかね、存在感がすごいですよね。で、白の衣装がめちゃくちゃ似合う。すごくね、上品な雰囲気がしますよね。次いきますよ。あ、いいね。うん。ごめんなさい。ちょっとね、中途半端なところで止めてしまいましたけど、さっきのイントロの歌い方よりも若干こう少年っぽさが声に乗ってきたっていう風に感じました。これはどういうことかというと、先ほど渡辺さんの声で説明した時の鼻腔共鳴、こちらをですね、少しだけ歌声に混ぜています。で、鼻腔共鳴っていうのはどういう声なのかっていうとこれが今、鼻腔共鳴、要は鼻の中が響いている声なんですけど、鼻声のニュアンスをですね、歌声に少しだけ足しています。もう一回聞いてみましょう。いいね。かっこいいね。そこまで鼻声の響きが目立つっていう感じじゃないんですけど、ほんの少しだけ声をね、こう鼻に入れるみたいな感覚で歌っています。次いきますよ。いいね。いや、いいね。向井さんの声ですよね。向井さんも今のポイントはですね、鼻中心かな？5対3対2、このぐらいの割合なんじゃないかなっていうふうに思います。すごくこうね、耳当たりのいい声というか、優しい声質でしたよね。鼻の響きをうまく使っています。もう一回聞いてみましょう。さあね。向井さんの今のポイントはですね、結構鼻の響きを強く使っているので、聞き方によっては若干鼻声のニュアンス感じ取ることができる人もいると思います。すごくね、甘くて優しい声でしたよね。次いきますよ。なるほどね。そういう感じ？一回ごめんなさい、止めますね。ワンフレーズずつこう繋がっていくポイントなんですね。まず安倍さんの声なんですけど、すごく喉の奥が開いている声ですね。少しだけこうクラシックな雰囲気がしてくる声質というか、で、喉の奥を広げることによって喉の負担っていうのもめちゃくちゃ軽くなりますし、空間が広くなる分声の響きが増幅するんですよ。そうなると声量もいっぱい出るし、声の音圧もものすごく強くなります。強い声になるっていうかね。で、それとは対照的に舘様の声はすごく柔らかい優しい声。で、息の音が混ざっているウィスパーボイス。こういったテクニックも使っていましたね。
すごくバランスがいいですよね。さっき言った3つのポイントの響きを3つとも同じぐらい使っていて、なおかつ子音を強めに出して、かっこよさだったり、リズムのこの躍動感を出しているっていう感じの声ですね。もう一回聞いてみましょう。ほら、ほら。うわ、かっこいい。かっこいいですね。この流れいいですね。3人ともね、それぞれやっぱり声質が違うので、この短い間でもね、雰囲気の違いがめちゃくちゃ楽しめるというかね、素晴らしいポイントだと思います。次いきますよ。ここが佐久間さんと深澤さんのポイントかな。やっぱり佐久間さんの声めちゃくちゃ綺麗ですよね。もう音域のね、割と低いところから先ほど言ったこのね、声をきれいにする成分、頭部共鳴の響きを使っている、そんな感じがしますね。で、深澤さんの声なんですけど、口腔共鳴と胸腔共鳴がメインの声の響きかなというふうに思います。この声の出し方って日常的に会話をしている時の発声方法に非常に近い声の響きの作り方なんですよね。歌声になって喋り声とはこうね、変わってる可能性も十分に考えられるんですけど、すごくナチュラルな声の出し方といいますか、それがね、こう聞いていて素直な雰囲気がする歌声っていうね、そういう風に僕感じたんですけど、そこに繋がってるんじゃないかなと思います。もう一回聞いてみましょう。いい声、すごくいい声ですよね、2人とも。てかみんな歌のレベルがですね、めちゃくちゃ高いですよね。聞いていてね、こうニヤニヤが止まらなくなってきますよね。次いきますよ。今のパートはラウールさんですかね。すごく声質がね、こうなんか上品な感じというか、すごく素敵な歌声だなっていうふうに思いました。胸腔共鳴とですね、鼻腔共鳴、ここをこう線でつないだような感じで声の響きを作ってるかな。孤独を溶かしてゆく。僕がラウールさんの体の使い方にこう寄せたような感じで歌うと今みたいな声質になるんですけど、ラウールさんはね、もっとこう体の力が抜けていて、もっとこうふわっとした雰囲気だったと思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。そうだね。胸腔共鳴と鼻腔共鳴、この2つをメインで使った歌声だと思います。次いきますよ。おい、いやーかっこいいね。かっこいい。超かっこいいですね。でやっぱりね、子音がこう強く出ているから曲に歌声が乗るんですよね。歌の中で言葉の子音っていうのはアクセントって言って音の強い部分になるんですよね。で音の強い部分と弱い部分が生まれるから歌声に躍動感って言ってノリが出てくるんですよ。渡辺さんのノリの作り方すごいですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら、うわかっこいい。やばいですね。めちゃくちゃかっこいいですね。もうこれね、歌で引っ張っていくぞみたいなノリがすごい感じられます。やばいね。次いきますよ。いい声。いや、舘様の声めちゃくちゃいいですね。こう鼻の中に声を入れて前に飛ばすような、そんな感じの声の出し方だと思います。もう一回聞いてみましょう。超いい声。私照らす月明かり。こういう感じかな。喉をこうちょっと開いて鼻を狙うんですよね。で全体的に息の音を混ぜてあげるみたいな、そんな感じのね声の出し方かと思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。すごいいい声。すごいいい声ですね。次いきますよ。素直な声。いやーいいですね。口腔と胸腔、このね2つの声の響きがね、こうすごく心地いい響きで出ていますよね。もう一回聞いてみましょう。
耳にねこう何のストレスもなくスッと入ってくるようなね優しくて温かい声ですよね。次いきますよ。めちゃくちゃ力強い歌声でした。しっかり息を腹式呼吸で吸って腹筋の力を使って出した非常にですね歌のベーシックな部分がしっかりしてる歌声です。もう一回聞いてみましょう。ほら、やっぱり基本がしっかりしてるから声の伸びがめちゃくちゃいいですよね。最後のロングトーン引き換えにのこの伸ばしてるところも腹筋を使っているから全くブレることなくまっすぐ音が伸びてるんですよね。いやー素晴らしいです。じゃあ次いきますよ。綺麗な声。綺麗な声ですね。やっぱりこの辺の音域はですねやや高いぐらいの音域なんですけど、だから地声でもね割とこう出せちゃうぐらいの音域です。でも声めちゃくちゃ綺麗ですよね。やっぱりさっき言った通り割と低めな音域でも声をきれいにする成分頭部共鳴、こちらの響きを使ってますね。もう一回聞いてみましょう。やっぱりそうですね。でこの頭部共鳴っていうのは歌の中では割とこう難しいテクニックっていうか声の出し方なんですよね。みんなこれができなくて高い声が出ないとか声がきれいにならないとか悩んでる人ねめちゃくちゃ多いんですけど、なので佐久間さんの歌声素晴らしいですね。次いきますよ。かっこいいね。イケメンボイス。イケメンボイス。音域がこう下がったところでやっぱりね目黒さんの声質の魅力っていうのが一気にこう増幅しますよね。超かっこいい声、胸の響きですよね。こっちの響きのね魅力が前面に出てるっていうか、もう一回聞いてみましょう。ほらかっけーかっこいいですね。いや最高ですね。やっぱねライブバージョンっていうところがねいいですよね。じゃあ次いきますよ。ダンスグレーかな。赤の照明がいいね。そういうのもあって白の衣装ってこと？どうなんだろう。白の衣装だから赤の照明バーンって当たるとね赤っぽくなったりしますよね。そういう演出ってことかな。かっこいいですね。続きいきますよ。かっこいい。このアコギの音もいいよね。待ってちょっと待ってください。今のラウールさんの仕草がめちゃくちゃセクシーじゃなかったですか？ごめんなさいね。歌声分析なのにねちょっとそういう仕草とかね注目しちゃったんですけれども、これは男性から見てもですねすごいこう色っぽいなって思います。もう一回ちょっとね見てみますね。ほら、すごくセクシーですよね。しかもやっぱりねイケメンがやるとねなおさら魅力がね増幅しますよね。そっちに気を取られてごめんなさい。歌声聞いてなかった。ごめんなさい。もう一回だけ聞かせてください。いきますよ。なんか上品なんですけどどことなくこう可愛らしさも感じれるような歌声ですよね。これ声質っていうよりも言葉の発音の方が影響してるんだと思います。一つ一つの言葉をこうねはっきりすぎるほどはっきり発音してるっていうか、多分そういうところが上品の中に可愛さがあるみたいなね、そういった雰囲気の歌声につながってるんじゃないかと思います。次いきますよ。最初の声のパワー感がすごかったですね。で、声のパワーを出す方法としては2種類あります。いっぱい息を吸っていっぱい息を使って声を出すパターン、それと体の力を抜いてですね胸の響きを 100% 使ってあげるパターン、この2種類が主な方法なんですけど、おそらく今の目黒さんの強い声はですね両方使ってますね。
一つの声を出すのに2つのテクニックを使ってるっていうね、すごいポイントです。もう一回聞いてみましょう。ほらで、一人の火が一番強い声だったんですけど、やっぱりは行っていうのは言葉の中では一番息を使う言葉です。はひふへほ、このは行ね。それもあって普段よりも息を使うような歌詞っていうのもあるのかもしれないですね。それプラス先ほど言った胸の響きをいっぱい使ってあげて、力強い声をこうドカーンとね、一発目出してあげるっていうね、すごいポイントでした。次いきますよ。こういう流れね。深澤さんから伊達様かな。まず深澤さんの声から口の中が、特に口の奥側ですよね。喉に近い方っていうか、やっぱりそこがね、こうよく開いてるような声質ですよね。なのでこう言葉のニュアンスがはっきりと聞こえてくるような歌声だと思います。おそらく口をあまり開かなくても歌詞がはっきりと聞こえるような歌い方ができるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。口の奥を広げるって、これしっかり意識して練習しないと使えるようにはなってこないテクニックなので、これね相当練習したと思います。芝居とかそういった方面でもすごく活躍するような声の使い方だと思います。伊達様のこのポイントはですね、子音がすごく強くてかっこいいですよね。互いがのこの他の子音がですね、特に強いです。で、フレーズの頭の子音を強くすることによって、ここから自分のフレーズが始まりますよっていう風な印象をですね、与えることができます。もう一回聞いてみましょう。で、全体的にハスキーな感じの声質で歌ってますよね。伊達様、声質のバリエーションがめちゃくちゃ広いですね。素晴らしいです。次いきますよ。いいね。いやー、いいですね。こういい意味で軽い感じの声質っていうかね、向井さんの声質はこう聞いていて親近感が湧くような声質って言いますか、すごく魅力的な声ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、すごくこう力が抜けていてね、声の伸びもいいし、耳当たりもすごく優しい声、最高ですね。次いきますよ。お、感想。ダンスブレイク。かっこいい。一回止めますね。めちゃくちゃかっこいいですね。こう静かになって急にサビがねドーンって始まって、しかも佐久間さんのね美しい歌声から始まる、これも最高ですね。もう一回聞いてみましょう。わー、綺麗な声。いいね。いやー、魅力満載ですよね。次いきますよ。ラウリさんの歌声ね。ここは先ほど説明した可愛らしい感じっていうのを表現はしていないポイントだと思います。すごく上品でかっこいいポイント。いやー、次から次へと魅力が押し寄せてきますね。次いきますよ。優しい。優しい声ね。阿部さんの声やっぱ優しいですよね。鼻の響きをうまく使ってますよね。いやー、最高か、スノーマン。次いきますよ。いいね。なんかラスサビはごめんなさい、ちょっとね楽しませていただければなと思いますので、先にね説明すればよかったですね。繰り返し聞き直すっていうのはなしにして1回ずついきたいと思います。で、今のねつながりもいいですよね。本当にいい意味でスノーマンって一人一人の声質の個性がバラバラで、ここがねすごいなと思って、それがこうね喧嘩し合うわけじゃなくて掛け算方式でこう魅力がどんどん増幅していくっていうか、なんかそんな雰囲気を感じるんですよね。なんか歌声を聞いていてそういう風に思うんですよ。いやー、よくねこんなすごいメンバーが一つのグループに集まったなっていう風に思います。次いきますよ。
いいね。わあ、いい声。長いよ。最後のロングトーン長いですね。で、渡辺さんのすごいところって、歌のね、安定感も全体的にすごいし、で、子音の使い方もめちゃくちゃかっこいい。もう歌がね、めちゃくちゃうまいんですけど、僕が一番すごいなって思うのは、低い音域も高い音域も声質が全く変わらないんですよね。で、声の性質上、絶対に低い音域っていうのは声が太くなって、高い音域っていうのは声が細くなるんですけど、これが渡辺さんはないんですよ。で、これどういう風にすればこういう声作れるかっていうと、低い音域も高い音域も同じ方向を狙って声を出す。このイメージで常に歌うんです。そうすると低い声は軽めな声になるし、高い声は太い感じの声になる。なので中音域ぐらいの声質にですね、上と下がこう寄るんですよね。おそらく渡辺さんはですね、このテクニックを使っているから、低い音域も高い音域も声質が変わらないっていうすごい歌声を披露できるんですよね。言葉で言うとね、簡単ですけど、これものすごく難しいテクニックなので、もしね、今の話を聞いて気になる方はカラオケ行った時にやってみてください。もしかしたらね、渡辺さんみたいな歌声できるかもしれないので、チャレンジしてみてくださいね。じゃあ次行きますよ。もうアウトロかな。いい。長い。いい。最後のこのフォールがめちゃくちゃセクシーですね。いや、最後までね、気が抜けなかったですね。次行きますよ。かっこいい。かっこいいぞ。うおー、待って、今のターンすごいですね。ごめんなさいね。最後までストレートで見ればよかった。なんで止めたんだろう、今。テンションが上がるとね、ついつい止めてこう話しちゃうんですよね。ごめんなさいね。次行きますよ。こういう感じはあるのね。素敵な笑顔ですね。わー、かっこいい。わー、すごい拍手。止めますね。ここで終わりってことですね。なんか、次の動画はこちらどうですかみたいなやつが出てきたから。そっか。SnowMan の YouTube はこういう番組的なやつもあるんですね。こっちもね、今度見てみたいと思います。いやー、タペストリー最高ですね。SnowMan タペストリー見ていきましたけど、いや、これはやばいですね。たくさんの SnowMan のファンの皆さんがですね、リクエストをする理由が分かりました。これはでも最高すぎます。歌もすごいし、セットもね、めちゃくちゃ美しかったですね。で、パフォーマンスも可憐でね、すごく見応えがあったし、もう全部がね、もう最高でした。で、こうね、細かく分析していくと、やっぱり SnowMan のメンバーって普段から歌にめちゃくちゃ力入れてるんだなっていうのが分かりました。もうみんなね、基礎がやっぱりしっかりしています。歌の基礎って何かっていうと、呼吸法と体の使い方なんですよ。で、ここがブレてしまうと、いくらテクニックを練習しても全然上達しなかったり、すぐに喉の調子をね、崩してしまったりするっていうところにつながるんですけど、もうみんながみんな安定感が半端ないじゃないですか。これやっぱりね、普段からね、基礎練習しっかりしてる証拠だというふうに僕は思います。いやー、今回の歌を聴いてですね、SnowMan のことをもっと知っていきたいなというふうに思いました。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではボイストレーナーのつるさんでした。